一波を特定する目的っていうのは、そこからの押し目を待って一番伸びると言われているこの3波目ですね。この左側のパターンの方が分かりやすいですし、3波狙いに向けた準備というのはしやすいです。ですので、こういったところで確認することで、ここから C 波が始まるかもしれないというふうに判断する方法です。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、エリオット波動の1波から5波、A 波から C 波の見分け方。エリオット波動は相場の動きを数字を使って波として分析する相場理論ですが、この動画ではエリオット波動を構成する推進波の1波から5波、修正波の A 波から C 波の見分け方を実際のチャートを使いながら解説していきます。チャートを前にするとどこからエリオット波動をカウントしていいのかわからないという方、それぞれの波の特徴と見分け方をマスターしたいという方はぜひ最後まで動画をご覧ください。今回の動画は以前投稿したエリオット波動の入門編に基づいてより実践的な内容を解説していきますので、エリオット波動の基本知識に不安があるという方は入門編の動画と合わせて視聴していただくとより理解が深まると思います。まずはエリオット波動の基本のおさらいから始めていきたいと思います。エリオット波動理論では、相場は推進5波と修正3波で構成されるというのが基本的な考え方です。このように5波で構成される波のことを推進波、3波で構成される波のことを修正波というふうに呼びます。そしてこれらの波一つ一つには名称がついています。推進波に関しては1波から始まって2波、3波、4波、5波。修正波に関しては A、B、C というアルファベットで呼びます。実際のチャートで見るとこのような形で現れることになります。そしてもう一つ重要な考え方というのが、これらの推進5波、修正3波が異なる時間軸で何層にも重なり合っているということです。このことからも推進5波、修正3波の基本構造を見分けられることが極めて重要になりますので、これら一つ一つの波をどのように見分けたらいいのかを見ていくことにしましょう。それでは最初に推進波の1波から5波の見分け方を解説していきたいと思います。今回は上昇の推進波、下降の修正波を例として解説していきます。逆の場合も同じように考えてみてください。また推進波にはインパルスとダイアゴナルの2つの波形が存在しますが、今回はより重要なインパルスを例として取り上げます。このインパルスの推進波をしっかりと見分けられるようになれば、ダイアゴナルにも応用可能です。それではまずは1波から確認をしていきたいと思いますが、注意したいのは1波かどうかというのは後になってみないとわからないということです。どういうことかというと、例えば下降トレンドが発生していて、反発が発生したからといって、この反発が推進波の1波目になるかどうかっていうのは、後に上昇トレンドに転換してきて初めてここが1波だったということがわかることになります。下降トレンドが発生している途中で、反発が発生したからといって、そこからロングを狙ったとしても、その後再び安値を更新してきてしまう。また次の反発が出たので、買いを狙うも再び安値を更新してきてしまうといったように、単に反発の動きを見ただけでは、それが下降トレンドの中の一時的な反発なのか、これから上昇トレンドに転換していく最初の反発の1波目なのかは、実際に上昇トレンドが発生してからでないとわからないんです。これが1波目を狙う難しさでもあります。1波が1波として確定するのは、2波の安値切り上げが確定したとき、つまり1波の高値を超えてきたときに初めて最初に反発したところが1波目だったとわかることになります。例えばこのように反発が生まれたとして、そこから押してきたところですね。ここの押してきたところで安値の切り上げが発生して、さらにそこから反発して、最初の反発で発生したこの高値を超えてきたときに初めて、この2波の安値の切り上げと最初の反発の1波が確定するということになります。では何をもってできるだけ早く1波の可能性が高い値動きとして判断するかというと、戻り高値をブレイクした動きを1波として捉えるというものです。戻り高値というのは、下降トレンドにおいて最後の安値更新の起点となった高値のことを言います。ここをブレイクすることで手前の下降トレンドが終了したということから、ここの下降トレンドの売り手の手仕舞いや新規の買い手が参入することで、この後の3波につながりやすくなりますので、この戻り高値のブレイクに注目するのがおすすめです。このあたりのお話は過去に投稿したこちらの動画でも詳しく解説していますので、合わせて確認をしてみてください。1波の見分け方にはもう一つ方法があって、それが今表示しているスライドの右側の図になるんですが、これは戻り高値をブレイクしたかどうかに関係なく、高値と安値の切り上げが確定した時点で、最初の反発の部分を1波として見なすという方法です。で、高値と安値の切り上げが確定するのは、この赤の点線を越えてきたところになるので、実質3波がすでにスタートしているところで1波も確定するということになります。左側の図は先ほど説明した通りです。戻り高値をブレイクする動きが出たタイミングで、その動きを1
波として捉えるという方法です。1波を特定する目的っていうのは、そこからの押し目を待って一番伸びると言われているこの3波目ですね。ここを狙うことが大きな目的なわけなんですが、その意味からすると、この左側のパターンの方が分かりやすいですし、3波狙いに向けた準備というのはしやすいです。ですので、波のカウントに不慣れな方であったりとか、これからエリオット波動を勉強していきたいという方はですね、まず左側のパターンに慣れるということをお勧めします。で、もちろんこの戻り高値をブレイクした後に、このように再び安値を更新していくということもありますので、その場合は5波の推進波につながらなかったということで、その場合は手前の下降トレンドの下降波動を中心にカウントをやり直すということになります。こちらは5ドルとスイスフランの通貨ペアの日足を表示していますが、このような下降トレンドが推進していた中で、ここの戻り高値をブレイクする動きが出ました。ただその後再び安値更新をする形になってますので、上昇の推進波にはつながらなかったということですので、この手前の下降トレンドの部分のカウントをし直すということになります。はい。それでは一波の見合い方について実際のチャートを使いながら解説をしていきたいと思います。今表示しているチャートはドル円の月足2021年年初付近のデータを表示しています。月足の流れを見るとですね、こちらに控えていた戻り高値をブレイクする動きが出て、そこから押し目を形成している場面というふうに見ることができます。このあたりの様子を週足で見ていきたいと思います。週足の様子です。大まかに見るとですね、このような三角持ち合いになっているというふうに見ることができます。この付近の動きを日足で見ていきます。はい、日足の様子です。チャートの左側の部分なんですが、このような下降トレンドになっていますが、ここのスイングハイですね。ここのスイングハイが戻り高値になりますが、ここをブレイクする動きが出ています。当時はですね、もちろんここから上昇トレンド転換していくかどうかっていうのは分からなかったわけなんですが、この戻り高値をブレイクされたことで上昇トレンドに転換する可能性が出てきたということで、この戻り高値ブレイクの動きを1波目として捉えるという方法です。押し安値と戻り高値ですね。まだ見合い方に自信がないという方は、過去に動画を公開していますので、そちらを合わせて参照してみてください。ここを正しく理解できていないと、1波目の見極めも間違ってしまう可能性がありますので、非常に重要な概念です。それでは続いて2波の見分け方について見ていきたいと思います。2波というのはこの戻り高値をブレイクする動きが出た後に、押し目を形成する動き、この動きを2波というふうに捉えます。そして2波を見分けるには2つ重要なポイントがあるんですが、まず1つ目ですね。まず2波というのはこの1波目の視点を割り込んではいけないという点です。つまり2波だと思って監視をしていたら、この1波の反発の起点となる安値を割り込んでしまったという動きが出たような場合には、この1波だと思っていた最初の反発は1波でなかったということになるので、カウントをやり直すことになります。この場合はまだ手前の下落トレンドが続いている可能性を疑って、下降波動のカウントを再確認する必要があります。はい、今ここの反発の部分を最初の1波というふうに見なしていたんですが、実はここは反発の1波目ではなくて、下降波動の1、2、3、4、4波目だったという可能性があるということですね。それから2つ目のポイントなんですが、2波には深押ししやすいという特徴があります。これも入門編の動画で詳しく解説しているんですが、エリオット波動の各波には個性や特徴といったものが存在します。2波には深押ししやすいという特徴があるんですが、これを2波の見分けのポイントに活用すると、1波に対するフィボナッチリトレースメントの少なくとも 50% の水準ですね。この水準までは押し目を形成するのを待ちたいということになります。61.8% の水準まで押すことは普通ですので、この1波に対するフィボナッチリトレースメントの 61.8% から 50% の水準を目安にするといいと思います。もちろんそれよりさらに深押しするということもあります。それでは先ほどのドル円チャートを使って今度は2波の部分を見ていきたいと思います。はい、先ほどこの戻り高値をブレイクした動きの部分を1波というふうに仮定しましたので、2波はそこから押してくる動きですね。ここの部分の動きとなります。そして1波に対する押し目の幅を見てみると、このように1波の部分に対してフィボナッチリトレースメントを引いたときに、この2波の終点がこの 50% の少し手前の部分に位置していることがわかります。その後1波の高値を更新する動きが出てますので、ここまでで1波2波が確定したということになります。続いて3波を見ていきたいと思います。3波というのはこの1波の高値を超えていく動きになります。推進波の中で最も伸びることが多いのが3波の特徴ですが、3波の目安としては、この1波に対するフィボナッチの1.618 や 2.618、さらにエリオット波動には延長といってこの一つ一つの波がさらに巨大化するという現象もありますので、この3波目の部分が延長してさらに巨大になるような場合などは
フィボナッチの 4.236 の水準付近まで伸びてくるということもあります。ですので 1.618 と 2.618 と 4.236、このあたりを意識して見ていくというのがポイントになります。ではですね、先ほどのドル円チャートを使って3波の動きを見ていきたいと思います。先ほど1波2波までは確定しましたので、3波というのはここの1波目の高値を超えていく動きですね。今終わったチャートで見ていますので、このように大きく反発している動きが確認できることから、このように大きく上昇の動きが出ている、ここの部分が3波なんじゃないかというふうに当たりをつけることができるんですが、一方でですね、皆さんがチャートのここの部分にいたというふうに仮定しましょう。そうすると今ここの1波の高値を更新する、このような動きが発生しているわけなんですが、手前が下降トレンドだったっていうことと、今反落が少し始まったということを考えると、3波がすでに終了して、この反落で次の4波目を形成しに来ているのかもしれないというふうに捉える可能性もあると思います。試しにですね、この1波の高値を更新した部分の値幅を測ってみると、このようにですね、1波のフィボナッチ 1.618 には到達していることになります。そしてそこから反落してきているということもあって、ということで仮にリアルタイムで相場を見ている場合には、この 1.618 の水準から反落してきたという動きを見て、一旦3波が終了して、今度4波目に転じてきたかもしれないというふうに考えるという可能性もあると思います。ということで、この3波の部分に関しては、いくつかの解釈が考えられるということになりますが、ここでは2つの可能性について考えてみたいと思います。まず1つ目の可能性というのが、この青の波で示したものになります。はい、ここのチャートの中央付近で大きく上昇している部分を3波として捉えるという可能性です。それから2つ目なんですが、この赤の波で描いたものになります。この赤の波に基づいた場合は、3波というのはこのちょうど1波の 1.618 の水準、そしてそこから反落してさらに上昇していく最後の部分を5波目というふうに捉えるという考え方です。はい、一旦ここで終了して4波と5波を確認してから再度このチャートに戻っていきたいと思います。続いて4波の見分け方を紹介していきたいと思います。4波を見分ける上でのポイントは2つです。まず1点目なんですが、3波を特定するということです。先ほどもお伝えしたように3波には一番伸びることが多いという特徴がありますので、比較的見つけやすい波ということができます。つまり大きくトレンドが進展している動きを見つけたら、そこを3波なのではないかというふうに当たりをつけます。そしてその後の動きを4波として捉えるというものです。また2つ目のポイントなんですが、4波の特徴に注目するということになります。波の特徴として4波には複雑化、長期化しやすいという特徴があります。ですので、チャート上にそのような動きが現れている箇所を4波の可能性があるポイントとして当たりをつけるという方法です。また4波にはトライアングルの波形が現れることもありますので、トライアングルの値動きが発生しているところを見つけたら、そこを4波として当たりをつけるということも可能です。はい、最後5波の見分け方なんですが、4波を見分けることができたら、そこから反発して3波の終点を超えていく波ですね、そこを5波として見るという考え方です。はい、ただ5波にはフェイラーといって3波の高値を超えられないケースもありますので、その点は意識しておく必要があります。はい。また5波にはダイアゴナルの形状が現れることもよくあります。この場合をエンディングダイアゴナルというふうに呼びますが、少なくともインパルスの3波までが確認できる状態で、そこからさらにダイアゴナルの形状が確認できた場合は、そこが5波ではないかというふうに当たりをつけることもできます。はい。それではここまでの4波5波の見分け方も含めて、先ほどのドル円チャートの3波以降の動きを見ていきたいと思います。それでは先ほどお伝えした2つのシナリオについて順番に見ていきたいと思います。まずは青の波のシナリオなんですが、仮にここの位置が3波の終点だとした場合ですね、そこからの反落の動きを4波として捉えるということになると思いますが、もう一度4波の特徴を思い出してください。4波には複雑化、長期化しやすいという特徴がありましたので、ここの部分の動きがそれに当てはまるかどうかっていうのを見ていきたいと思います。試しにですね、同じ上昇トレンドの押し目の形成であった、この2波の部分の動きに対してどれぐらいの時間がかかっているのかということを見てみると、おおむね10日前後ということになっています。そして一方で今この4波なんではないかというふうに当たりをつけたところの時間を見てみると、だいたい24日、25日ぐらいの幅になってますので、2波に比べると確かに4波の部分は長期化しているということができます。はい。ですので、ここの部分が4波ということであれば、そこから3波の高値を更新していく、ここの動きですね。ここの動きを5波として捉えるという形になります。続いて赤の波のシナリオを見ていきたいと思います。この青の波をですね、横にスライドをしておいて、まずこの赤の波のシナリオにおいて、3波の終点がここの位置だというふうに仮定した場合、そこからの反落を4波というふうに仮定することになりますが、その場合ですね、ここの4波に関しては、先ほどお伝えした4波の特徴というのは当てはまらなそうです。
そしてここを4波とした時に、そこから反発して3波の高値を更新して、ここの動きですね。ここの動きを5波というふうに仮定することができます。で、この5波のところに注目をしていただくと、さらにこの中に、今青の点線で示したような5波動構成を見ることができますので、この赤の波に関しては5波目が延長しているというふうにも考えることができます。このように終わったチャートを確認してもいくつかの波のカウントのシナリオが考えられるというのは一般的ですので、リアルタイムの相場を監視しているときはなおさら複数のシナリオを準備しておく必要が重要ということになります。推進波の見分け方については一旦ここで終了して、次は修正波の見分け方について解説をしていきたいと思います。それではここからは修正波の A 波から C 波の見分け方についてお話をしていきたいと思います。まず修正波にはいくつかの波の波形があるので、それを考慮する必要がある点に注意が必要です。修正波には大きく分けて3つの波形が存在します。ジグザグとフラットとトライアングルの3つです。また修正波には複合修正波と呼ばれるパターンも存在しますので、このパターンも頭の片隅に入れておく必要があります。ただいずれの波形になるとしても、これから修正波が始まる可能性を疑うべき動きというのはあります。つまりまずは修正波の1波目に該当する A 波を見分ける必要がありますので、その方法から解説をしていきたいと思います。A 波の見極め方なんですが、推進波の5波動が確認できる状態で、押し安値を割る下落の動きが出た場合、これを A 波として捉えるという考え方です。先ほど推進波の1波を見極めるときに、戻り高値をブレイクした動きを1波と捉えるというお話をしましたが、今度はこの上昇トレンドにおける高値更新の起点となったこの最後の安値、これを押し安値というふうに呼びますが、ここを割る動きが出たことで上昇トレンドが一旦終了して、これから上昇トレンドにおける調整の動き、エリオット波動では修正というふうに呼びますが、この上昇トレンドにおいて最後の高値更新の起点となった安値を割ってきたことで、これから修正波が始まっていくというふうに捉える考え方です。続いて B 波の見分け方なんですが、押し安値を割る A 波が出た後の戻りの動きですね。ここの戻りの動きを B 波というふうに捉えます。修正波の形状のうち、ジグザグと呼ばれる形であれば、B 波の終点というのは A 波の支点を超えないことになります。その場合は B 波の終点の目安として、A 波に対するフィボナッチの 38.2% から 61.8% の戻りを目安とするといいと思います。また修正波がフラットの形状になる場合、フラットというのはこのような形状の波のことを言いますが、修正波がフラットになる場合というのは B 波の終点が A 波の支点まで戻すということになります。さらにフラットの中には拡大型と呼ばれる形状もあって、その場合は B 波の終点が A 波の支点を少し超えてから一気に下落するという動きになりますので、自分の中でどの修正波になるかというシナリオをいくつか持っておく必要があります。ただ修正波がいずれの形状になるにしても、まずはこの押し安値を割る動きですね。この動きが出たことで、これから修正波が始まるかもしれないなというふうに身構えられるかどうかが非常に重要なポイントとなります。この B 波の見分け方に関しては、後ほどのチャート解説のところでも詳しく説明をしていきます。修正波の最後は C 波ですね。C 波は B 波で戻りを形成してから再び A 波の終点の安値を更新していく動き、この動きが C 波となります。修正波の形状がジグザグかフラットであれば C 波は5波構成の推進波、つまりインパルスまたはダイアゴナルとなりますので、そこが C 波を見分けるときの一つのポイントとなります。またジグザグとフラットにおける C 波というのは修正3波の中で最も大きく伸びることが多いことが特徴ですが、値幅の目安としてはまずはフラットの場合なんですが、フラットの場合は A 波に対するフィボナッチの 1.272、それからジグザグの場合は A 波に対するフィボナッチの 1.618、さらに大きく伸びる場合は 2.618、この水準まで伸びることが多いですので、これらを C 波の終点の目安の一つにするといいと思います。それでは先ほど推進波の説明のところで扱ったドル円チャートを使って修正波の例についても見ていきたいと思います。先ほど推進波の3波以降の動きに対して2つのシナリオというのを紹介したんですが、個人的にはですね、この青の波で描いた推進波の方がしっくりきますので、今回はこちらを前提として進めていきたいと思います。まずはこの5波の高値からの動きに注目をしてください。ここのスイングローをブレイクする動きが出ています。ここのスイングローは当時押し安値だった安値になりますので、まずはこの押し安値を割る動き、この動きを A 波というふうに捉えます。そしてそこからの戻しが B 波、そこから再び反落する動きを C 波と捉えるという考え方です。そして今 C 波と仮定したポイントからの反発の動きを見てもらいたいんですけども、ここでまた大きく反発して高値を大きく超える動きが出ていますので、ここからですね、再び新しい推進波のサイクルが始まるという考え方です。
それから今回の修正波の形状なんですけども、今この C 波の終点というのが A 波の終点を超えることができていませんので、ジグザグではないのは間違いなさそうです。個人的にはですね、ここの形なかなか複雑な形状をしてますので、今回は複合修正波になってるんじゃないかなというふうに見ています。特にこの後半の部分ですね、ここの部分が細かく見ていくと、このようなトライアングルの形状も見て取れますので、後半の部分がトライアングル、前半の部分がダブルジグザグの複合修正波になってるんではないかなというふうに見ています。もちろん他の考え方もあると思いますので、私はこういうふうに見ていますという考え方があれば、ぜひコメント欄等で教えてください。ということで、今 C 波と仮定したここのポイントを持って、一旦この青の推進5波に対する修正波が終了して、ここからの反発で新たな推進波が始まるという見方になっています。修正波についてはもう一つ例を見ていきたいと思います。今度はナスダックの短期足、15分足を使って短期足の波を紹介していきます。これは入門編の動画の中でもお伝えした非常に重要なことの繰り返しになりますが、いきなり1時間足や15分足といった短期の時間の波を見始めることは厳禁です。必ず上位足の波、上位のディグリーの波から見始めていくということに注意してください。今回は推進5波と修正3波の見極めのポイントを解説するという目的のために便宜的に15分足を表示していますが、ドル円のチャート解説のところで紹介したように、必ず上位のディグリーの波から見ていくというのが適切なアプローチです。ではまず推進波から見ていきたいと思いますが、ここに戻り高値がありますので、そこをブレイクする動きを1波、そこから押しを形成する動きを2波、そしてそこからさらに高値を更新していく動きが3波ですが、今回のケースに関しても推進波のカウントに関してはいくつかシナリオが考えられると思います。まず1つ目はここの大きな動きを3波として捉えて4、5とカウントする方法ですね。ここの部分が複雑な動きになってますので、ここを4波として捉えるという考え方です。もう一つのカウントのシナリオとしては、1波2波のところに関しては同様ですね。そしてここを3波、ここの部分もですね、かなり複雑な形状になってますので、ここを4波として捉えるという見方です。そしてそこから高値を更新していく動きは5波ということになります。続いて修正波を見ていきたいと思います。まずは青の波のシナリオなんですが、この5波の高値のところから反落して、ここの押し安値をブレイクする動きが出ていますので、ここの部分の動きを A 波、そこから戻しを形成する動きを B 波、そしてさらにそこから反落して A 波の安値を更新する動き、ここを C 波と捉えるという見方です。続いて赤の波のシナリオの修正波について見ていきたいと思います。この赤の5波の高値からの反落の動きによって、ここの安値がブレイクされている動きが出ています。ここの安値というのはスイングローにはなっていませんが、高値を更新した起点の安値ということで、ここを押し安値として見ることもできるわけです。ですので、まずここの赤の5波からの反落の動きを A 波として捉えて、そしてそこから複雑な動きを形成して、戻しを形成している部分を B 波、そこから反落して A 波の終点の安値を更新する動きを C 波と捉えるという見方です。青の波で見るのであれば修正波はジグザグ、赤の波で見るのであれば修正波の部分は C 波が大きく落ち込んでますので、拡大型のフラットというふうに考えることができそうです。ただこのフラットとして考える場合ですね、この C 波の部分が5波としてカウントするのが難しそうですので、その意味からすると青の波の修正波が正しいカウントなのかもしれません。このあたりですね、どちらのシナリオのカウントが正しいのかという点に関しては、一つ一つの波に関して、さらに解のディグリーの波を見ていくことで検証できるんですが、その方法に関しては入門編の動画で解説していますので、今回は割愛したいと思います。それでは最後に修正波がジグザグなのかフラットなのかを見極める方法について解説したいと思います。エリオッタードの修正波をトレードするときのよくある失敗の一つとして、修正波イコールジグザグだというふうに思って、このように B 波の戻りの途中でですね、C 波狙いでショートをしたら、実はジグザグではなくて、このようにフラットの形になって、そのまま担ぎ上げられて、場合によっては損切りになったというパターンがあるんですが、これを見極める方法としては、B 波が戻りを形成する過程でのプライスアクションに注目するというのが最も効果的です。はい。例えばこの B 波の戻りを形成したところで、このようなダブルトップであったりとか、もしくは3ゾンなどのチャートパターンが出現し、この B 波の戻りの動きに頭打ちのサインが現れること。これがジグザグかフラットなのかを見極める一つの方法となります。例えば今のナスダックの例だと15分足を表示していますが、この戻りの部分をですね、5分足で見てみたいと思います。5分足を使ってこの B 波の戻りの部分を確認していくと、ここにですね、小さな3ゾンができていることがわかると思います。
このような3ゾーンですね。ですので、こういったところでダブルトップや3ゾーンのようなチャートパターンが出現するのを確認することで、この B 波の戻りがそろそろ頭打ちかもしれないなというふうに考えて、ここから C 波が始まるかもしれないというふうに判断するという方法です。このようにチャートパターンを活用することで、波の見極めもやりやすくなりますので、今回の方法をぜひ参考にしてみてください。はい。ということで、エリオッタードの推進5波、修正3波の見分け方を一つ一つ解説してきたわけなんですけども、チャート解説のところを見ていただいた方は、いろいろな知識を組み合わせて、パズルを組み立てるような感覚を覚えた方も少なくないのではというふうに思います。で、実際エリオッタードの分析って、いろいろな波形の可能性を考えながら、しかも複数の時間軸の波の整合性を取りながら行っていくということで、パズル的な要素が強いですし、綺麗に5波3波のリズムが現れた時なんかは、相場ってすごいなというふうに感動することも多いです。また改めて基本の重要性も理解していただけたのではないかなというふうに思いますので、今回の動画の中で説明したフラクタル構造や波の基本波形、波の個性といった基礎知識に不安があるという方は、入門編の動画を見た後に今回の実践編の動画を見返す。このプロセスを繰り返していくことで知識が定着していきますので、エリオッタードをしっかり身につけたいなというふうに思った方は動画をそのように活用してもらえればというふうに思います。また僕のブログの方でもエリオッタ波動の分析例の記事をかなりの数載せています。中には汚いパズルもありますが、分析の例に興味があるという方は覗いてみてください。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は、ぜひ高評価をいただけると、次回のエリオット波動関連の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。